皆さんこんにちは、ともりです。今日は実はどこに来てるでしょうっていうか小部屋にいますが、今日はアートメイクをしに来ています。私安室ちゃん世代でありまして、眉毛が半分ないんです。今はもちろん描いてるんですけど、いつもパッと寝起きに半分ないのであった方がいいなとか、あとメイクさんがねメイクで足してくれてるのでいつもはいいんですけど、自分でする時に最近大変だなと思っていて、で私が勤めてる白野クリニックの小日向さんお願いしようと思って、小日向さんねすごい忙しいんですよ。すごい人気で、だからやっと予約が取れたので、今日は小日向さんにアートメイクをしてもらおうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構アートメイクされてる方多いですよね、今ね。爆発的に増えてるというか。でも昔って、アートメイク入れてるともうザ・アートメイクみたいな、若干入れ墨感がありましたよね。でも最近の若い子だったりとかお友達見てると、そんな感じでもないし、あと小日向さんが入れてくれた患者さんとかを見ているとすごく綺麗なので勇気が湧くというか、やりたいなと思ってるんですけど、ちょっといろいろ質問するんですが、入れ墨ですみたいな感じにはもちろんならないですよね、今は。入れ墨みたいになるっていうのは割と色素が深いところにあるので、くっきり青く光るみたいな感じのようになるんですけども、それよりも浅い位置に入れるので、代謝によって薄くなるんですけども、その方が絶対自然です。そっか、じゃあ昔のアートメイクってもう一生残るみたいな感じのが、今は 1,2 年すると薄くなっていく。薄くなっていく。今後のお顔立ちの変化にも対応できる。なるほど。あとは入れた後って結構くっきりなるのは何日間ぐらいですか？そうですね。だいたい当日と翌日ぐらいはちょっと濃くって、3日目ぐらいから薄い皮がむけてきます。1回で大丈夫なんですか？入れるのは。個人差ありますけども、だいたい通常は2回。薄くなる方だと3回目が必要な場合もあります。例えば2年後にもう1回しっかりやりたいっていう時にもまた2回必要ですか？それともその時には1回なのかしら？メンテナンスは1回で定着します。あと心配なのはやっぱりカラーチェンジするじゃないですか、アイブロウで。そういったものにはどう対応するのかなと思って。色を選ぶ時には髪のカラーをしているような色味と目の色などを参考に決めていきます。自分にいい色をやっていただいてっていう感じですかね。そうですね。あとは何だろう、痛いですか？みたいなこと聞くんですけど。いえいえ、痛みは皆さん心配されてるところなんですけども、一応麻酔を2種類使って施術は行っていきます。ですのである程度痛みはコントロールできるかなと思います。塗る麻酔ですか？塗る麻酔です。だからちゃんとクリニックでお医者さんがいるところじゃないとできないっていうことなんですね。メイクみたいに線で入れるものとぼかし的な感じで入れるのと2種類あるんですが、あれは好みなんですか？それとも肌質だったりで変わるんですか？肌質によっても変えたりもします。私がよく施術をしているのがパウダーグラデーションって言ってふんわり仕上げるやり方なんですけども、そちらのやり方だと割と万能というか、色素が定着しにくい方でも割と定着しやすいっていうところはあります。先生の肌質だったらパウダーの方がいいんじゃないですかって言われて、私もそう思います。やっぱりそうなんですね。あとは組み合わせるということもできます。ご希望があれば眉頭だけ毛並みを入れて、ここは毛並みがあった方がいいっていうところだけ入れて、眉尻はパウダーでっていうこともできます。デザインはじゃあ小日向さんにと一緒に決めながらっていうことですかね。一緒に決めていきましょう。じゃあ眉毛を取っていきますか。では始めていこうと思います。取ってもらいました。見てください。本当に眉毛が半分になる。これがどうなるかっていうのをビフォーアフターですね。これがビフォーでございます。よろしくお願いします。では麻酔からやっていきましょう。麻酔をしてその後にデザインしていきますので、このまま15分お待ちください。では15分待ちます。15分経ちました。別にピリピリとかは全然何もしてないです。じゃあよろしくお願いします。拭き取っていきますので、ちょっと測ります。やっぱりミリ単位のものなんですね。そうですね。これはやっぱりメイクの才能とはまたちょっと違うんですか？メイクの才能は私にはないかもしれない。眉頭の高さの毛の生え方違いますよね。そうなんですね。そういう人多いですか？多いです。左右対称の人は少ないです。一回見てもらっていいですか？もうわからない。私は基本的にメイクさんにメイクしてもらうこともあるので、ちょっと書き足してもらえるように今あえて細く入れてもらってます。濃いからもしかしたら太く見えてるかもしれないです。いつものメイクを見てもらって、そのメイクさんが書き足してもらえるような感じで今してもらっておりますので、ではよろしくお願いします。お願いします。
痛いっていうよりはなんかかゆい感じですね。はい、ではお色入れていきますね。お痛みあったら教えてください。どうでしょう。なんかかゆいぐらいですね。一回ちょっとデザインもう一回見て、はい、色をもうちょっと重ねて、で濃くしていきます。はい。まさに私がやりたかった感じです。じゃあこれであと2回？2回もうちょっと濃くしていきます。はい、じゃあやっていきます。あ、眉毛がある。眉毛があるところはちょっと色素も乗ってるので濃く感じると思うんですけど、全体的に薄くなります。1回目なので、そんなにしっかりがっつり濃くは入れていないです。人によっては結構半分ぐらいの薄さになる方もいらっしゃるんですけど、表皮に必ず色素って残っていて、そこにまた2回目重ねていくので、薄くなっても心配しないでください。わかりました。2週間から4週後にもう1回やってっていう感じですね。そうですね。了解です。ということで、1回目完成でございます。3週間が経ちました。なのでまたもう一度入れてもらおうと思うんですが、ごめんなさい、今日ちょっとメイクしているのでこれから落としてやるようにします。なんでまた湊さんよろしくお願いします。お願いします。終わりました。家に帰ってきました。やっぱりちょっとまだ濃いですね。2回目の当日な感じです。あえて細く入れてもらってるのでちょっと細く見えますけれども、書き足すといい感じになるので、とりあえず2回目の当日になってます。おはようございます。今日で4日目になります。かさぶたになってる感じはないですね。昨日までお薬夜寝る前塗ってたんですけど、かさぶたにはほぼなってないんですよね。こんなの大丈夫なのかなと思ったりもしますが、こんな感じに推移しております。6日目になりました。かさぶたみたいなものができてきてます。昨日の夜気がついたんですね。あれなんだろうこれと思って、とりあえずちょっとずつかさぶたのような皮が剥げてきてる感じがします。6日目です。おはようございます。9日目です。昼帯で鈴木さんに久しぶりにメイクしよう。おはようございます。よろしくお願いします。どうですか私の眉毛？すごい描きやすい。本当大丈夫ですか？ベースができたので、一からやらなくていいっていうか、色自体もちょうどいい感じで。本当ですか？よかった。ということで9日目でした。はい、ということで眉毛のアートメイクを2回入れたんですけれども、10日経ちました。2回目を入れてから10日経って、もうかさぶたとかも剥がれて、ちょっとしっかりと定着したかなと思います。で、眉毛のアートメイクをなるべく細く入れてくださいっていう風にお話をしたんですね。っていうのも、私自身はメイクさんにメイクをしてもらうこともあるので、ガイドみたいなものだけにしておいてくださいっていうことを入れたので、今日はねちょっと書き足しています。なのでちょっとね眉毛をね取ってみようと思います。分かりやすいようにここだけ取ってみようかなというふうに思います。正直入れてめちゃくちゃ良かったなと思ってます。眉尻が全くなかったので、それがねできただけでめちゃくちゃいいんですよ。であとね眉毛を描く時間がめっちゃ短縮された。こんな感じで、ここが眉毛のアートメイクを入れた場所になります。ガイドがしっかりあるので、そこにパウダーをちょっと入れることによって少し太さを変えられるように、こうやってガイドが入ってるんですね。それだけと思うかもしれないんですが、この眉尻がしっかりあるだけで起きた時にちゃんと顔が整ってる。昔はここから半分なかったんですけど、眉尻があるだけで人の顔ってしっかりと整うんだなということが分かりました。ちゃんと眉毛を描き足せば眉毛のメイクっていうのも楽しめるし、時代によって眉毛の変化、そういったものにも対応できるようになったんじゃないかなというふうに思って、めちゃくちゃ満足してます。
私がこのアートメイクを入れましたって言った時にですね、いろんな意見があって、一番多かったのが CT とか MRI を取る時にやけどとか起こったりしませんかっていうことを一番言われました。例えば入れ墨をされている方って MRI が取れないっていうことがあって、それは何かっていうと、入れ墨に入っている金属、例えば酸化チタンとか酸化亜鉛だったり、そういったものが MRI に反応して熱を出してしまって、それでやけどをしてしまうから、入れ墨が入っている方、タトゥーが入っている方っていうのは MRI が受けられない。そこからいくと眉毛のアートメイクも同じようなことが起こるんじゃないかっていうふうに懸念をされている方が結構多かったんですね。もちろん入れ墨とね同じではなくて浅い層に入れるのでゼロではないんですけれども、金属の含有量というのが、日本に出回っているアートメイクの薬剤っていうか、その着色料はほぼほぼ影響を及ぼしにくいと言われてます。という含有量が少ないからって言われてるんですね。100% 大丈夫かって言われたら個人のあれになるんですけど、私自身はちゃんとお話を聞いて大丈夫だなというふうに思ったので入れました。なので 100% とはやっぱり医師である私は言えないですけれども、少し安心していいんじゃないかなと思います。ただアートメイクも入れ墨も同じですっていう規定で絶対受けさせませんっていう医療機関もあるので、そこは事前に確認をしといた方がいいかなと思うのと、海外でもしね入れた薬剤に関してはちょっと私は分からないし、もしかしたら変色だったりとか、あとはやけどっていうことが起こる可能性はゼロじゃないのかなとは思いますので、もし本当にアートメイクをね入れたいと思う方は安心できる医療機関と連携ができているようなところを選んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。もう正直早く入れればよかったなと思いました。でもこれはもちろん私の感想というか私の個人的なものになりますので、心配だよっていう方は別にね書けばいいだけなので絶対みんながやった方がいいということではないんですが、私自身は本当に入れてよかったよっていうことを皆さんにねちょっとお話したかったなと思うのと、さっきの MRI の話だったりとか海外で入れるところのリスクだったり、必ず入れる時には医療機関で入れるっていうところを押さえていただければいいんじゃないかなと思います。長くはなりましたけどいかがだったでしょうか。これからね入れたいよと思う方の参考になればと思います。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。